ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの EZ 果敢を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、氷校の担当によってかなり強化された秋タイプですね。前環境からちょくちょく勝っていた秋タイプではあるのですが、今回の強化でかなり爆発力が増しています。氷校の担当は装備するとプラス1+1トランプル速攻のバフがかかるのですが、各ターンで2つ目の呪文を唱えるたびに11果敢を出すことができ、さらにそのトークンにこれを装備させることができるので、あっという間にとんでもない展開をすることができます。果敢トークンを出すカードには総員の同士などもありますが、担当はアーティファクトであることがかなりで楽、単体除去はもちろん、全体除去への耐性もあるので、相手からするとかなりやらしい一枚ですね。すでに Z 果敢やグルールなどで複数結果を残していて、今後に期待されているカードになっています。ということで、今回も BO3 ランクマッチで収録しているのですが、氷校の担当の強さが分かりやすい試合を採用していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。しっかりと1ターン目から動いていけて、氷校の担当丸ということで、ケープしていきましょう。基本的にはしっかりと1ターン目から展開していって、2ターン目、もしくは3ターン目に、担当を出していくというのが、綺麗な流れではありますが、さあ相手これ赤タンですね。即走を出しても、仕方ないということで、このターンは一旦争いの才能を出していきましょう。さあ11果敢を出していく。一応手札にチェーンソーもあるということで、1体はクリーチャーを対処することはできますが、さあ相手グルールですね。雇われ詰めで、とりあえず2点は入っていく。止まってきてるんで、おそらく、1マナ2点火力は持ってそうですね。等の点火であることが多いかなと。このターンに氷校の、担当を出しても、特にね、能力が誘発することもないということで、一旦速走を出して殴っていきましょう。相手がこれ明らかに2点火力を構えているので、はい。とりあえず2点はフリーで入れていくと。相手もね、こっちの青マナが立っているので、2点火力はなかなか打ちづらい状況でしたね。さあ、停止の才能。これで一旦、雇われ詰めがでかくなっていきますね。3点アタック。次のターン、チェーンソーを出すかどうかなんですけど、宿敵。どれもいいカードなんですが、ただ相手の対処をするというよりも、氷校の担当を出して、どんどん攻めていった方が強いデッキということで、攻めていきましょう。さあ、即走果敢誘発。2、3まで育って、このターン即走出していいかな。オプト打つよりも即走の方が、後々、果敢を強く使っていけるので、2点火力は、一旦この22のトークンに打ってもらいましょう。さあ、2枚目の呪文ということで、氷校の担当の能力が誘発していく。これほんとね、置物で11果敢がもう延々と出てくるんで、はい。除去ね、打たれても全然痛くないですね。さあ、とりあえず5点を入れていく。すべてのクリーチャーが果敢を持っているので、どんどんとダメージが倍増していきますね。相手雇われ詰め2枚目。ただ相手も、グルールということで、攻めないと勝てないんですが、ただこれ殴ってきた場合は、次のターン勝ってる可能性も全然ありますね。さあ、残り9点まで削られてはいくんですが、さあ、ただここタップイン。一旦チェーンソーは確定で打っていきそうですね。さあ、雇われ詰め、対処してからの、オプトも打っていきましょう。4、5、6、7、8、9、10、11、12、即走、はい。ちょっとだけ足りないか。2点足りないんで、クリーチャー1体残しておきますか。一応その、巨海の怒りとか、そのトランプル付与を含めて、このターンに死ななければ、次のターンには大体勝っていけるかなという
感じではありますが、さあ挑戦者からまあそれぞれに乗せてくる感じですかね。殴ってくる。クマパンあっても、はい。さあ残り5点残ってるので、これはさすがに勝ってますね。GG。さあ相手、まあ一般的なグルールですかね。まあメインから3、4が入ってますが、とりあえず叫ぶ宿敵と、塔の天下はガン積みしていきましょう。まあちょっと速度を下げていく形になりますね。挑戦者抜いて、で、自分が基本的にこういう時ってオプトを抜いていくんですけど、まあこれはちょっと人によって好みが分かれるかもしれないですね。はい。ということで、こんな感じでいきましょう。さあ、一歩目勝って2試合目。これも悪くないハンドですね。まあ、邪教がないのだけが、ちょっと不安要素ではありますが、まあ、キープしていきましょう。さあ、相手はペインランドから、補充兵。はい。邪教引く。補充兵から入られてるんで、一旦邪教から入っていった方が良さそうですね。まあ、これはちょっと仕方ないかなと。まあ、相手がその、1、2、ヤトレズメステアトとかだったら、まあさっきの試合みたいに争うような才能から入っていくのが良さそうでしたが、さあそして多様なネズミ。まあこいつも本当は除去やりたいんですが、まあこっちの分回りで何とかかっていけるかどうかという感じですかね。まあ目立つたがりを計画していくのが一番丸そうではあるかなと。さあ、まあ正直爆発力に関してはこっちも相手も五分五分な感じではあるので、さあ停止の才能、これでとりあえず4点クロックですね。教会の怒りはなし、除去もなさそうかなこれ。叫ぶ宿敵も出せるんですが、まあ氷庫を誘発させたいので担当を出してからの目立つたがりですね。さあ誘発して、で才能か即走かですが、一旦即走から入っていく。お、ここで止まってくる。これあれか、劇場か。ってなると、まあ完全に争うような才能の方が良かったですね。まあ打点的にもそっちの方が高くて、で、相手が止まってきてなかったんで、除去を持ってるとしたら、マザートイだけだったので、まあこれはケアできたかもしれないですね。さあ、そして8点アタック。一旦宿敵を立たせるしかないですが、タップイン。まあペインランド出して、才能プラス宿敵ですね。さあ、果敢に誘発。ここも止まってくる。除去を持ってそうな感じですね、これは。まあ、もしくはドルイドですね。ちょっとこの試合に関してはだいぶ厳しめですが、一応これでクリーチャーを3体並べていく形になりますね。10点の、トランプル。おっと、多様なネズミさらに引かれる。トランプル2段攻撃になるので、3、6。耐えてはいるけど、どうでしょう。いや、ワンチャンあるか、まだ。まあ、宿敵の誘発はもうプレイヤーに飛ばしていく形になりますかね。ただ、結局地上に2体ブロッカーがいるんで、いや、ドルイドに打つしかないか。で、1体ブロッカー立ってて、6の2段攻撃なんで、巨海の怒り負け、2点火力も負けかな。
ただ何もなさそう。何もないけど、この状況から10点削る方法、何かあるかな。一応果敢クリーチャーではありますが、クリーチャー引いた時点で、これは無理ですね。3試合目いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。悪くはないかな。氷校の担当も、クリーチャー換算できるんで、さあ、嵐の才能からとりあえず、入っていくと。で、担当、1回誘発までは、ほぼほぼ確定ですね。お、なるほど。これはもう担当出していきましょう。で、3ターン目に、担当2枚目からの巨海の怒りで、トークンが2体出てからという感じになりますね。これはね、爆発力がだいぶありそうかなと。そしてチェーンソー。除去量よりもね、多分氷湖の担当を出した方が強いですね。こっち先手なんで。ということで、まずは担当を出していきましょう。からの巨海の怒り。さあ、これで、一気に、何点入る ?4、10点か。さあ、10点を一気に入れていく。残り8点。で、次のターンにこれまた、担当がね、2回誘発していくんで、プラス巨海の怒り付きですね。殴ってきたらさすがにもう次のターンに勝ってそう。はい。宿敵は勝ちですね、おそらく。チェーンソーを出して、除去って1体除去られるけど、さすがにか。ということで、とりあえず、チェーンソー出していきましょう。果敢が3回誘発して、で、この時点で、宿敵が誘発するんですけど、巨海の怒りでこれも、避けることができるということで、いや、これ、恐ろしい動きですね。さあ、とんでもない誘発をして勝っていくと。GG。さあ、やっていきます。こちら先手、土地0なのでマリガン。ワンマリでタップインから土地1枚。先手か。ちょっと厳しそうな感じはありますけど、土地1枚引いたら勝てるハンドではありますね。キープしてみますか。土地引かなかったら負けはしょうがないかなと。さあ、相手も、ワンマリガンスタートですね。とりあえず次のターン、土地が欲しい。白黒超ホーランドから。土地引かず。これはオプトから入るか、さすがに。土地を探していきたい。土地。上3枚土地ない。これで、先手後手がひっくり返った状態ですね。相手はランプ。さあ、豆の木を登って、いいですね。ということで、まずは目立つたがりからですね。氷湖の担当プラス、目立つたがりのパッケージが、だいぶ強い動きということで、1マナストップはありましたけど、全然いける。基本的には全力展開した方がいいですね、ランプ相手は。さあ、担当を出して、目立つたがりを出していく。さあ、何もなかった盤面から、一気に、6点を入れていく。一時的封鎖とかがなければ、もう相当強い盤面ですね。審判の日はまだ大丈夫。封鎖だけはちょっと辛いですが、どうでしょう。ベーザ、なるほど。ベーザもちょっとめんどくさい。さあ、どうするか。全力展開で殴っていった方がいいかな。トークン1体分は損するんですけど、殴ってからベーザブロックしてきたところに、巨大の怒り、打っていくのが良さそうかなと。さあ、ということで、殴っていきましょう。いや、やっぱね、こういうアグロデッキは、ベーザがかなり辛いですね。そっちをブロック。なるほど。そこのダブルブロックは
よしとして、さあ、すべて、果敢が誘発。まあ、何点かは通っていきますが、残り12点まで。ただこうなると、どっちかというと、まあ、太陽効果とかよりも、封鎖の方が良くなってきたか。まあ、この街があるんで、バウンスして速攻でアタックしていくっていう流れもありますね。ただ、ここがミストムーア。さあ、21飛行が2体出てきますが、スペルなし。まあ、この街でバウンスして、で、才能を出していきますか。これで2回分誘発して、担当もさらに誘発していきますね。さあ、目立ちたがりをブロックすることはできますけど、7、8、9、12点分ある。エルスペスの強打を持たれてなければ勝ってますね。土地1で止まりましたが、しっかりと削り切っていく。GG。さあ、相手ドメインザーということで、まあ、ティサーナと、ピアスを入れていきましょう。宿敵も入れとくか。まあ、反コンさえ防げば、まあ、全然勝っていけるマッチアップではあるんで、とりあえずチェーンソーはいらなくて、で、困った時のオプトですね。まあ、オプトはその、果敢をね、連打することができるんですけど、基本的に自分はこの枠を抜いてますね。さあ、1本目勝って2試合目。悪くはないですね。1ターン目のクリーチャーこそないですけど、まあ、目立ちたがり担当パッケージもあるということで、さあ、相手ズアーを落としていく。お、ティシャーないですね。さあ、これは一旦、まあ3ターン目に全力展開して、それが除去られなければ、ティシャーナで締めていくという形になりそうですね。相手は豆の木から、さらにピアスも引いてくる。これは相当偉いですね。これで次のターン、担当目立ちたがりやりながら、ピアスも構えていくことができますね。さあ、相手はさらに豆の木を登っていく。からの重宝ランド。トップ、なるほど。さあ、ということで、担当からの目立ちたがりを出していきましょう。まあ、とりあえず3点ですね。これは、全体除去されたくないんで、一旦ピアスを構えていきたいかなと。さあ、さらに重宝ランド。まあ、封鎖でも、ピアスは打っていくかな、これは。構えてくる。なるほど。構えてくるのであれば、まあ、巨大の怒り1回だけ打っていきますか。相手がなんか動いてきたら、まあ、ただピアス打つかどうかは結構ここは悩ましいかな。まあ、単体弱だったらさすがに打つか。ドメインは、現状4色。さあ、巨大の怒り。まずは、これが通っていくのかどうか。全3事故。まあ、ピアスしますか。さあ、除去、カウンターして、これは拒否で。9の12、13、14、15。まあ、これは、教会の怒りで勝ちですね。さあ、一気に削り切っていく。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。まあ、これはキープしていきますか。基本的に1ターン目クリーチャー出せて、で、まあ、担当があったらキープしていいっていうデッキですね。さあ、まずは争いの才能から入っていく。青白ランドですね。これは、どういう系デッキか。まあ、担当、全力プランで、とりあえず、行きたいですが、なんかね、はい。
この動きはなんか青白コンの匂いがプンプンしますね。さあ、担当とりあえず出していきましょう。からの巨海の怒りで、一気に10点の流れですね。とりあえずこれで残り8点まで詰めていきますが、青白コンの場合はまあ封鎖とか、はい、ありますよね。まあただ封鎖はこの街は狭すぎるでバウンスしてっていう流れもあるんで、まあそれをどこかで狙っていきたいという感じですね。構えてくる。オプトは打たないかな。まあチャンスを狙っていきましょう。絶対どこかでチャンスはあるんで。測量補助。さあ2枚を手札に加えていきますが、即走いいですね。止まってくる。2マナカウンターとかある可能性はありますけど、どうでしょう。まあ一旦この街を構えていくのがいいかなと。まあ、相手ゼスカイだったんで、螺旋とかもありそうですね。さあ6マナある状態。ペース、はい。これ勝ってそうだけどな。残り1マナ。トークン2体出ていきますけど、即走戻すか。封鎖と即走、バウンスして。さあ、どうでしょう。相手止まってきてるんで、あれかな。遠野天下とかですかね。遠野天下打たれた場合は、まあ、オプト打ってもいいかな。バウンスで、即走が戻ってくるんで、即走プラス巨海の怒りっていう流れができますね。これをオプト打ちましょう。まあ、さらにスペルがめくれるといいですが、土地はボトムに送って、さらに土地。まあ、勝ってそうな気はしますが、さあ、ラシャの才能でトークンも出ていく。はい、これはまあ勝ってますね。即走連打からの担当が2回誘発して、さらに巨海の怒りもある状況。まあ、どこをどうブロックしても勝ちですね。まあ、こんな感じで、氷港の担当がね、ほんと全体状況とかにめちゃくちゃ強いんで、GG。まあ、相手、コントロールデッキということで、とりあえずピアスは入れておきたいかなと。まあ、全除去とかもあるデッキですよね。まあ、ティシャーナもおそらく、刺さるマッチアップなので、ティシャーナも入れていきましょう。まあ、あと、赤術の連射も入れておくか。チェーンソーがおそらくこれもういらないんで、チェーンソーは、全抜きですね。まあ、あと挑戦者か。まあ、こんな感じでいきましょう。さあ、一歩目勝って2試合目。悪くないですね。まあ、才能から入って、まあ、目立ちたがりもあって、ピアスもあると。さあ、とりあえず、キープはしていきますが、相手はまんまりな。小道から入ってくる。まあ、最近ね、あんまりグーワの小道って見ないですけど、3色デッキだとね、やっぱり現状小道を入れざるを得ないんですよね。さあ、ということで、まずは才能から出していきましょう。才能2枚目引いたのはだいぶ偉いな。まあ、次のターンは目立ちたがりから入っていきますけど、もう3枚目引く。なるほど。さあ、一旦殴って、目立ちたがりを計画していく。いや、これピアスがあるのが本当にめちゃくちゃ安心感がありますね。さあ、ここは食料補充。まあ、これで大体全体除去を引かれる可能性がかなり高いということで、まあ、ピアスを構えていきたいかなという感じですね。さて、できればアンタップインが良かったですが、まあ、致し方なしですね。とりあえず、情報ランドを置いて、
バウンスはまあトップでいいか。からの目立ちたがりプラス、まあ争うような才能。から、まあピアスを構えていくと。さあ5点入れていきましょう。まあ次のターンの全体除去さえ回避すれば大体勝っていけそうな感じではありますね。さあ4マナ目。さあこれは構えてくるパターン。なるほど。ってなると4マナ目が欲しい感じもありましたが、まあピアス構えでなんとかなるでしょう。さあ果敢がどんどんと誘発していく。まあさらにオプトも後々打っていきましょう。イオン7点。とりあえずここでオプトを打ちますか。さあさらにどんどんと誘発していく。こっちはボトム。ミシュラランドか。このターン、いやまあボトムでいいか。お、火力は強い。6、11点。火力っても、まだ勝ってないけど、おっと、これ投了してくれた。GG。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。